こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、多くの木材ハーフブロックでピラミッドの第3層を建築しました。今は白樺とダークオーク、ジャングルの木材確保、それに首綱入手を目指して遠征中です。そして永遠とジャングル探しをし続けるわけね。一応対策練ってます。さて、3枚目の地図の東側に着きました。多分砂浜はこれで踏破です。レッドストーンを持ってき忘れたからここで折り返すしかないわね。縛り上は取引が闇の村に限られてるので、もしここらで司祭の村人見つけてもレッドストーンが買えません。さて砂漠を突き進んでいたところで、違和感があって立ち止まりました。羊が砂漠に紛れ込んでいるわね。ちょっと私も登ってみます。で、登ったら、巨大キノコが視界に入って、危うく屋根上の森を見落とすところでした。さてともかく、これで手ぶらで拠点に帰らずに済みます。ちなみにジャングル発見対策ですが、実はこそっとシルクタッチのシャベルをエンダーチェストに忍ばせているんです。これでマイクラの物欲センサー処理アルゴリズムは、私がキノコ島目指しているとご認識し、ジャングルには無警戒となるでしょう。バレバレじゃないの？さて、ダークオークの伐採はほぼ初めての経験ですが、原木が固まってて非常に取りやすいです。なお今確保するのは4層目と10層目の分で原木10スタックです。ちなみに13層目からは建築材持ち運ぶのに19スタックの空きが必要となり、持ち運ぶアイテムの選択がかなりシビアとなります。今でもきついのにね。なんと20分もかかりませんでした。アカシア集めた時の3分の1の時間です。あと、これで屋根上の森も踏破です。これは見誤ることはないわね。さてアイテム整理に拠点に寄らないとですが、クリーパーが現れました。ドロップ増加3がないとちょっともったいないわね。ビーコンのこともあるし、なんとか早めに入手できればいいのですが。その2分後、森林丘陵っぽいところを歩いてたら、気づいたら右側は白樺だらけ。ここで白樺バイオーム2つ潰してしまいます。これで木材の建築順は決まったかしらね。無事に平地っぽいところも踏破し、上半分はだいぶ埋め尽くされてきました。あと湿地と山岳プラスね。そこから4分、山岳プラスらしきところも無事に踏破しました。なんでかスライムの産地だけが残ってます。まあ原因は明らかだけどね。さて拠点に帰るところで、2枚目の地図で新たにひまわり草原を見つけました。突然変異のバイオームは冒険の時間とは関係ないわよね。黄色の染料採取に有用なんですよ。ここなら拠点から取りに来やすいし、今後は黄色系の花を放置できます。さてそれから5分ほど経過したところですが。あ、どうせトンネルどうのこうのと言いそうね。奥が明るいし当然に5です。ちょっと待って松明？案の定、ピラミッド建築中にくり抜いた砂岩の山の洞窟でした。さてピラミッド拠点で、アイテム整理後すぐ次の遠征です。そろそろ設置用持ち運び用のベッドを使い分けると便利です。あと、一つ試したいことがあるのでバケツを作り足しました。さて再遠征です。次の4枚目の地図は拠点から南西ですが、その前に1枚目で以前見つけた砂漠の神殿を攻略してしまいます。入り口を掘り起こすのが面倒なのでここから侵入。ゾンビの声してるわね。上から水が垂れ流しだとちょっと降りるの危なっかしいです。水中歩行ブーツがあってよかった。ちなみに特に珍しいアイテムはありませんでした。さて、この辺りでいいかな。先ほど言ってた試したいことというのは、広域地図に印をつけることなんです。そういえば前回ちらっとそんなこと言ってたわね。
で、広域地図ともなれば1ドットが 16×16。普通にブロックで印をつけたら無数にブロックが必要となりますが、水まいたらどうだろうと思いついた次第です。おう、思惑通り、私の書いたドットがしっかり表示されてます。ちょっと感動。さて構想なのですが、例えば今まで3枚作った地図の上に、こんな感じの記号を書いておきたいんです。十字の形に何か意味あるの？拠点の場所を示した記号です。例えば闇の村がある地図なら、十字が拠点の位置で、少し離れたドットがその地図の拠点からの位置を表します。つまり地図は拠点のすぐ南だとわかるということね。さて2点目を最初のドットの斜めに、と思ったらなんかずれてるし。それからというもの、水まいては移動して、水まいては移動しての繰り返しで、そろそろ疲れてきました。まだ2ドットじゃないの。1ドットを表示させる区切り目がよくわからないんですよ。多分チャンク区切りなのだと思いますけど。それでも頑張って書き切る、という気持ちは、水と共にこの穴に吸い込まれてついに消滅しました。さて私は何をやっていたんだろうと思いつつ遠征再開です。溶岩使ってドット書いてたら終わってたのにね。それもいつ来て、ですよね。まあひとまず拠点の南西エリアに向かう途中、闇の村の地図の中で新たにスポナー見つけました。また遠征始めてすぐにアイテムがかさばるのね。宝箱の中身ですが、レッドストーンです。さっき拠点に取りに帰ったばかりなのに。やっぱり取りに帰ったからよね。ここのスポナーは拠点から最も近いので、万一に備えて取っておくことにし、今度こそ西に抜けて地図4枚目突入です。と思ったらなかなか4枚目に進めません。まあ TNT は回収しないとね。さて今度こそ地図4枚目突入ですが、正直もう砂漠の神殿辛いです。アイテム欄的に。TNT 以外放置するのはダメなの？取捨選択しづらいんです。まあそんな滅多に見つかるものじゃないし。また見つかってるわよ。スタックできるアイテムはいいのですが、とりあえず金の馬鎧が増えて。こちらはエメラルドとエンチャントの本です。あ、でも耐久力と水中呼吸はありがたい。さて、TNT も回収し終わり、地上に出ようかなという矢先です。時間がもう夜なのですが、なんでか作ったばかりのベッドがないんです。もしかして金星じゃないのに食べちゃったの？いやその縛りは息抜きの企画の方です。どうやらスポナーの近くで寝た時ベッドを回収し忘れたようで。まあちょうど砂漠ですし、エンダーマン狩りでもしておきましょうか。装備のエンチャントがブーツだけで心もとないですけど。そういえばさすがに私も昔はよく、砂漠でエンダーマン狩りに勤しんだものです。でも、最後に砂漠狩りしたのは遥か昔なんです。前作では取引でエンダーパール集めてますし、前々作では地下でエンダーマンを掘り当ててたんですよね。あれ村が、方向的には2枚目の地図の方です。まあそんなわけで、エンダーマンをこんな遠くから恋におびき寄せるなんて何年ぶりだろうと、恐る恐るです。うお、来た。まあすぐ慣れるでしょ。それがどうも、最後に砂漠狩りしたのはゾンビの索敵範囲が広がる異常があったようで、音でゾンビとの距離感をつかみつつ、みたいなプレイはなかなか慣れません。3体倒してやっとエンダーアイ1つゲットしました。ドロップ率 40% でしたっけ？エンドラ討伐までが遠いわね。防具エンチャントが揃ってればもう少し積極的にゴリ押しできるんですけど。さて朝になってベッド作ろうと羊を探してたら、砂漠のど真ん中にオアシスを見つけました。よくこんなのあったわね。それにたまたま羊がスポーンしているとか。頑張ったご褒美に相違ありません。
そして探索再開して4分、また砂漠の神殿です。できればもう、首つなゲットしてロバ引き連れてから出てきてほしいところです。つまりまだロバがいないからよく見つかるのね。またも入り口が埋まってて、侵入が少しだけ厄介でした。クリーパーがいたらどうするの？水が流れれば距離が空くでしょう。水中歩行ブーツのある私はスイスイです。それから3分、やっと砂漠を抜けて森林を見つけました。ぼちぼち一気に地図何枚も遠征するのは諦めモードなので、点在している白樺回収始めます。ここまでアイテム貯まると仕方がないわね。点在してる白樺伐採してたら、村を見つけました。闇の村への引っ越し希望者がいるか聞いてみます。特に白い服の人に。ここからだと2キロくらいありそうだけど大丈夫？陸地続きなのでなんとか。まあ今触手が伸びそうなのはドロップ増加持ちくらいです。結局パンチの司書だけしかいませんでしたが、それにしてもこの村賑やかです。屋根に豚がいるし羊もいるし。3分離れたところでまた村を見つけました。一直線の探索の割によく見つけるわね。砂漠の神殿もだけど。この村は4人の司書がいました。ダメージ増加3、耐久力2、フレーム1の取引司書がいて、4人目はちょっとめぼしいシルクタッチを扱っていました。4人もいるし、闇の村までレール敷いてしまおうかと惹かれてしまいます。道のりはほぼ砂漠だけど、だいたい3キロという距離がネックね。さて4分後、また砂漠の神殿の番人と戦う羽目になりました。まだ見つけたの。で、弓のエンチャントなら使えるまずまずの本をゲットしました。欲を言えばドロップ増加3が欲しいんですけど。でもエンドラ討伐準備は一歩前進ね。さて、あちこちの森林でちまちま白樺伐採していましたが、ここでやっと10スタック揃いました。あとは拠点への帰り際に湿地見つければ完璧です。で、4枚目の地図探索は終了。湿地はありませんでした。梅の腰多いわよ。いいんです。前作同様に1キロ間隔での探索を意識してます。さて最後にあと1箇所、夜の戦闘中に見つけた村に寄ってみます。この村は闇の村まで1キロ少々ですので、もしいい村人がいたら押してでも引っ越させる所存です。この村、ちょっと家の建て方が色々おかしいです。隣の家にひっついたり鍛冶屋がサガンと同化してたりするし、これなら引っ越したい村人いるかもしれない。でも唯一の司書が幸運2。追加される取引品目に期待して引っ越させるのもありよ。その期待が結局裏切られた時の精神ダメージが心配です。さて、やっと拠点に戻ってきました。アイテム整理後即時また遠征に行きますが、ひとまずキリがいいので今回はここまでです。ちなみに馬鎧レースは鉄が1馬身リードしました。さて次回ですが、当面の収集目標である木材はもうジャングルのみ、砂漠はそう広がってるものでもないので、ぼちぼち長期遠征に出れそうな気がします。それといい加減湿地くらいは見つけないとね。あともう弓のエンチャントを手にしたし、矢の量産にも取り掛かってもいい頃合いなんです。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。